はい、氏家でございます。今日はですね、モンタージュ M バージョン 3.0 になりました。この 3.0 の、ポイントですけども、もちろんね、この新しい機能が入ってきてるんですけども、やっぱり往年の名機たちを忠実に再現するもう素晴らしいエフェクターですとか、もちろん新規の波形も入ってます。そして、インターフェースもですね、もうバッチリ改良されてめっちゃ使いやすくなってますんで、その辺をじっくり説明していきましょう。はい、まず一つ目の新しいポイントですけど、皆さん GS1 って知ってますかね。FM 音源の本当第1号機なんですけども、その GS1 に入っていたもう非常に特徴的な、エフェクターが入ってまして、それがですね再現されました。まずこのもちろん GS1 って FM なんで、完全にモンタージュ M の FMX です。まず再現できます。こういうこれがですねエフェクターかけるとこれめちゃくちゃ気持ちいいです。これ本物の、GS1 に入ってきたアンサンブル&トレモロ、これを再現したエフェクターがまず搭載されたということですね。でこれを積極的に使うことで、例えば GS1 のもう完全に再現されるんで、これにね DX7 のカリッとしたアタックを入れると、はい、もう最高。これですよ。さて次はですね、これももう最高にいいんですけど CS80 知ってますかね。ヤマハのアナログシンセ。もういい音ですね。 NX で、作りましたけど、これにですね CS80 に搭載されていたリングモジュレーター、これをエフェクターで再現しました。もちろん、リングモジュレーター入ってたんですけど CS80 の特徴的なアタックとディケイをねうまく使って、それをさらに進化させた形でリングモジュレーターこんな感じでかかります。きた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 。
もうすごいです。これ強力。さらにそれを積極的に使っていくと、非常にね、かかり方が、こう、エンベロープのかかり方が非常に滑らかなのね。ここがね、非常に面白いところです。これを、当然、エフェクターなので、エフェクターということは、こうね、アナログの ANX だけじゃなくてね、こう、AWM とかね、それにもかけられる。例えば LP。いい感じの LP。これにもこういう感じで、もう最高に気持ちいいです。 CS リングモジュレーター。はい、次にですね MSEQ コンプ、これを言ってみたいと思うんですけど、この MS の M というのはミッド、S はサイドなんですけど、でそれぞれに、コンプがかかるみたいなエフェクターなんですけど、なんといってもですね、例えばこれミッドだけ、でそれにサイドを加えていくと、ミッドがあってサイドがあってステレオ感がですね、非常に音像感が強力になるという。特にやっぱステレオの音源に非常にいいですね。このストリングスもそう。でミッドを強調していくと、でさらに EQ でいこう。でこれがもう最高に気持ちいいです。はい、次はクラビの音色言ってみたいと思いますけども、今までもクラビの音色入ってましたが、よりバリエーション感があってハイクオリティな音色をですね、今回波形とともにバージョン 3.0 で盛り込みました。クラビってイコライザーの ABCD というのがボタンがあって、その中のまず CA の音色。いいね。これアンプなんでスーパーノーブで。いい感じで歪みますね。次に DA。違いますね、バリエーション。これ CA ね。DA。次にですね、ワウ。最高にご機嫌です。はい、次はですね、これちょっとマニアックですけど非常に面白いんですよ。ですね、ナビゲーションいきますけども、ナビゲーションでこのパート LFO っていうところなんだけど、これパート LFO のところ入ってきますね。そうすると見てください、ここディスティネーション、すなわちLFO の行き先ですね。ここのところをですね出ました。これでぐわーっと行くと、すなわち ANX におけるパラメーターに割り当てることができるんですよ。例えばノイズレベルでこのデプスのところを
開けてやると、このノイズがふわふわっとなってますね。この LA4 がかかってるってことですよ。じゃあちょっとスピード上げてみましょうか。お、来た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 。じゃあ違うパラメータいってみましょうか。じゃあフィルターいってみようかな。これを上げます。ほら。で、これ今トライアングル、形がこうですけど、もちろん変えることもできますね、これ形をね。これが ANX 今やりましたけど、FMX でも FMX のパラメーターで動かすことができるという。これもね、なかなかいい改良ですね。ライブセットで、非常に便利な改良が入りましたんで、ちょっと見てみましょうか。例えばこの音色、これをライブセットに盛り込みたいと。今あるやつね。例えばじゃあ見てみましょうか。この音色をシフトをしながらライブセットを押すと登録ができますね。じゃあこの中の、どこに入れようかといった時にですね、これシフトをしながらやるとこの太い線が出るの分かりますかね、こうやって。こうやって。分かりますか？じゃあここの隙間のところに今の音色を、入れ込みたい、インサートしたいってやると、これも入ったというか、詰まったの分かりますかね？ここに入って、ね。ということです。で、さらに、ここもよくできてて、ここにね、デリート&ムーブっていうのもあるんだよ。これが確かに、今までデリートしかなくて、デリートするとこう空白になったんですけど、デリート&ムーブをやると、例えばこれをデリート&ムーブすると、これが切れて、これが詰まってきます。ほら、こういうね、ドーンとこうなる。さらにですね、SSS タイム。これ SSS っていうのは、こう音色が途切れないで、こう音が切り替わるんですけど、今ちょっと 4.5 秒っていうのにしてるんですけど、そうすると、例えばこれが、今までだったらすぐに変わってたんだけど、これ前の音がフェードアウトしたの分かります？よくできてますね。この今ワイドストリングスは SSS タイム、これ 8.0 秒にしてるんですけど、ライブセット上でこの音だけは SSS 性をね、こう、途切れない時間をですね、8秒にするっていうこともできる。システム上は 4.5 秒になってるんだけどね、にセットしたんだけど、これ自由自在にできますんで、これはとても面白いですね。はい、次のね、ユーザーインターフェースの改良のポイントなんですけど、これすごいです。この CS のリングモジュレーターのエフェクターが今ここに出てるの分かりますかね。サブディスプレイのとこ出てるんだけど、今まではこのインサーション1とインサーション B しか出てなかったの実は。でその中のセレクトされたパラメータがここに2つ出てたんだけど、今回このインサーション A の例えばパラメータっていうここのページがね増えたんだよね。クイックエディットで。そうするとここでほんと実機のね、リングモジュレーターを触ってるがごとくできるっていうのはね、もうとても楽しいですね。で、さらに、これね、ノートシフトっていうところがあって、このノートシフトが今まではパートごとにシフトが必要だったんだけども、シフトしたいときにね、ピッチを変えたいとき、これ、マスターのパートノートシフトっていうのがあるんで、こう、自由自在にこう全体をガーンと変えることもできるというふうになりました。もう一つ、これでね、スプリットのところが、このね、こう ABCD って、こう今出てますよね。非常にね、改良されて使いやすくなりましたね、これね。このように、スプリットのポイントっていうのがここから現れて、こう自在にポイントをね、簡単に設定できる。
このスプリットポイントの設定っていうのもとても使いやすくなりました。はい、次はですね、画面見てください。ここにこのリボンコントローラーがね、画面上にも来たんだよね。本来ここにありましたね。ここで、例えばオルガンだと、ここでもできます。で、特に8だと結構遠いので、ここにあると非常にやりやすいね。とかね、例えばこういった音色。ここでもほら、リボンコントローラーが来ます。特に左手キープしながらやるとき、右手でねやりたいっていうとき、ちょっと届かないんだけど、ここでやると非常にやりやすいですね。これもナイスな改良ですね。さらにね、レックンシェア、アプリのレックンシェアにも対応したっていうところが今回のバージョン 3.0 ね、新しくなったポイントですけど紹介しました。素晴らしいですね、バージョン 3.0。ね、新しい機能、エフェクト、新しい波形、そして UI の大改良、もう本当に使いやすくなった、モンタージュ M、ぜひ触ってみてください。